皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。はい、Sです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、はい。アキネーターにチャレンジしていきたいと思います。アキネーター知ってるみんな。いや、知ってるよね。多分 YouTube 人気だもんね。はいはい。例えば、S 君が、私を想像するとするじゃない？はいはいはい。私は、それを当てたいんだけど知らないから、それは人ですかとかって聞くじゃん。で、S 君がはい。はい。そういうのを何度も繰り返して、その答えにたどり着いて回答するっていうゲームなんだけど、はいはいはい、それをうちはお絵描きでやっていきたいと思います。お絵描きアキネーターってことですか？そうそう。要は質問して分かったら絵で描いて答えるっていうか、要は描くものだからキャラクターとかになるのかなと思うんですけど、それでは早速やっていきましょう。ということで、今回全3問あります。はい。じゃあ早速1回目やっていきたいと思います。はい。それは人間の形をしていますか？はい。はい、OK です。男性ですか？いいえ。OK です、OK です。髪の毛が長いですか？はい。その人は、18歳以上ですか？いいえ。なるほど。なるほどね。ちょっと待ってね。女性、髪の毛長い18歳でした。その人のいる世界は、私たちが住むような現実の世界ですか？はい。全然絞れない。なるほどね。結構難しいね。漫画作品のキャラクターですか？はい。なるほど。漫画は、週刊少年ジャンプですか？いいえ。難しいなった急に。いいえね。戦いますか？いいえ。いいえ？女性キャラ、髪の毛長い、戦わない？ジャンプ以外。なるほどね。じゃあサンデーかマガジンだよな。結構でも絞られてきたね。今連載している作品ですか？はい。今連載中。見た目子供ですか？はい。かなり絞れた今ので。そのキャラクターの髪色ピンクですか？いいえ。超能力や異能力、要は人の力じゃないもの普通の、はありますか？いいえ。いいえ。どういうこと？案外普通の世界の普通のキャラだな。そのキャラクターの髪の毛の色は黒ですか？いいえ。黒でもない。黒でもない。そのキャラクター主人公ですか？はい。悩みながらの主人公。だからもう一人ぐらい主人公がいるんか。その作品は、今アニメやってますか？いいえ。アニメやってないのか。もう難しいな。そのキャラクターは、喋り方の語尾に特徴がありますか？いいえ。ない。喋り方に特徴もない。多分ないと思うな。もう何にも出てこない。みんな出てきてんのかなこれ。私だけなのかな。ちょっと今までの整理するね。18歳以下で、まず女の子。で、子供。で、今連載中の作品で、アニメは今はやってない。で、ジャンプ以外の、週刊少年ジャンプ以外の作品。で、髪の毛はピンクでも黒でもないけど、異能力とかもないし、戦わない主人公。で、喋り方に特徴もない。なんだこれ？何の作品だ？ダメだ、全然出てこないな。でも連載中っていうんだから絶対今やってる作品なんだよな。今言ったこの主人公の女の子の、周りにたくさん他にもキャラクターがいますか？はい。そうでもいるよな。いない作品なんてないんだよな。周りにキャラたくさん。いるよね、いっぱい、そりゃ。この作品はジャンププラスで連載してますか？はい。これだちょっと待って。よし。最後のジャンププラスが、もしかして S が勘違いしてるかもと思ったけど、ちょっと参考になりましたので、で、ようやく戦わない主人公でピンときましたので、女の子で、書きたいと思います。はい、回答書いていきたいと思います。はい。
私の1問目の回答は、はい。推しの子の星野ルビーです。なるほど。まあ、ちなみにこう考えた理由としては、最初全然わかんなかったんだけど、ジャンププラスの作品ですかって S 君に聞いたら、そうだっけで言ってジャンププラス開いたら、今ちょうど上で連載してて、私、推しの子多分ジャンププラスの連載作品ではないのよ。だけど今、ジャンププラスにも載ってるんだと思う。あ、そういうことなんだ。S 君が勘違いしてるんじゃないかなっていう、私はジャンププラスじゃなんか、大元はジャンププラスじゃないと思う、推しの子はね。っていうところで、まあちょっと私の中で、きっとそういうことだろうという、まあ最後はジャンププラスに行かなかったらきっと気づけなかったんだけど、でも逆にその推しの子を見た瞬間、もうパパパパって今までのがハマって、絶対ルビーだと思いました。ということでお願いします。正解は、星野ルビー、大正解。やったー、うちの目からめっちゃハードだったあ、ジャンププラスじゃないんだ。ジャンプだよね。大元はね。大元はジャングジャンプ連載。ジャンプだけど、今ジャンププラスでもね、載ってるんだ。載ってるってことだと思う。そういうことか。じゃあこれは俺が間違えてたけど、間違えた結果良かったんだ。どうせ最後の質問だったから、そうそう、ジャンプ以外の連載で合ってたからね。なるほどね。はい。じゃあ行きますよ。まあもう最初は決まってるんだよね。このキャラクターは人間の見た目をしてますか？いいえ。おー、いいですね。ここで急に違った。見た目人じゃない。日本の作品ですか？はい。このキャラクターの、住む世界は、私たちの日常の世界と同じですか？いいえ。いいえ、ファンタジー。このキャラクターの登場する作品は、子供向け作品ですか？どちらでもないかも。どちらでもない。なるほど。だから、なんだろう。大人も子供も多分見れるっていう感じだと思うな。オッケーオッケー。このキャラクターの作品は、アニメ化してますか？はい。してる。なんとなく分かってきた。はいわ、すげえ。本がなんとなく分かってきたから、絞っていく。動物の見た目をしてますか？はい。オッケー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 。もう分かった。あとはどれかだな。このキャラクターは、泣き虫ですか？はい。なるほど。もう分かってきたな。このキャラクターの一番色で多いのは白ですか？はい。オッケー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 。これでもうなんか多分キャラを決めます。いいですか？はい、いいよ。このキャラクターの耳は丸いですか？はい。オッケー、もう分かった。これで回答いきます、私。はい。2問目、私の回答は、これ自信あります。はい。ちいかわです。なるほど。ちなみにもう結構分かってて最初から、大人向け子供向けがどっちかって聞いた時点で、なんかどっちでもないって言われたのが、もしかしてもうちいかわかもってちょっと思ったファンタジーな世界観で。なるほどね。で、一応確認のためにアニメをやってるかと、動物の見た目をしてるかで、それ以降の質問はもう絞っていく、確定するための、キャラをもう確定するためのね、質問でした。じゃあお願いします、正解。正解は、ちいかわでした。大正解。これはよかった。これはやりやすかったな。ありがとうございます。はい。じゃあ、次、最後、3問目いきたいと思います。じゃあもう同じ質問になっちゃうんだけど、そのキャラクターは人間の見た目をしていますか？はい。人間だ、今度はここから難しくなってくんだよな。このキャラクターは男性ですか？はい。ちょっとこっからはさ、ちょっとさ、S 君の思考を読むために質問していい？いいよ。この作品は私が書いた作品ですか？いいえ。私の作品入れてこなかった。今回 S 君はたまに私の作品入れてくっからな。新物作品じゃない。今回は入れてないよ。オッケーオッケーオッケー。さすがにね。確かに俺の思考を読んできたな、そこは。この作品は、バトルをしますか？はい。このキャラクターは異能力が使えますか？はい。オッケーオッケーオッケー。でもまだまだたくさんある、これ。確かに異能力がめっちゃある。結局ここの質問に来ちゃうんだよな。この作品は週刊少年ジャンプで連載している、もしくはしていた作品ですか？はい。ジャンプだ、今度は。オッケーオッケーしたい。このキャラクターは主人公ですか？はい。いや、だいぶ絞られんじゃない？ここまで来る。いや、でもまだジャンプの作品ほぼ全部当てはまってまだ。異能力あるし、バトルする。この作品の舞台は私たちが住む日常ですか？いいえ。オッケーオッケー。
この作品、今連載していますか？はこの作品のキャラは、刀を持ってますか？い。いいえ。大体俺もシーモン先生の思考が読めてきたよ。その質問を与えて。何を考えてるのか分かっている。黒髪ですか？は多分もう分かったけど、もうちょっと絞らなきゃいけないな、ここから。このキャラクターは、顔に傷がありますか？はい。おし大体もう、これでなんとなく自信がある。この作品は、海賊をテーマにした作品ですか？はよしもういけたこれでOK です。じゃあもう回答してっていいでしょうか？い。どうぞ。最後の私の回答は、こちら、もう脳資料で書けました。ワンピースのルフィです脳資料でこれやばくない？もうやっぱね、小学生の時から書き続けたせいで、ルフィだけ私脳資料で書ける。ただやっぱ古いルフィね。ちょっと古い時の。古いし、まあ私の絵柄っぽいになっちゃってるけど、まあルフィは書ける、本当に。ルフィです。これはもう大正解。やったー！だってもう海賊出てるしね。いや、考えてた時に、やっぱり最初はあれだったね。ジャンプ主人公ファンタジー連載中まではめっちゃ候補があった。ああ、まあいっぱいあるからね。で、バトル漫画だしね。そう、でも刀なしで、今ほら、神楽橋とかも人気だから、考えたの、でも刀ないかと思って、ってなってくるともう、ルフィかな。でもこの黒髪傷あるよ。もうここはルフィを絞りに行った。結構できた。ひらめけばいけるいける。これはね、出題者の思考を読むっていうのも大事ですね。俺の思考を読むね。よかったらみんなも友達と楽しいのでお絵描き練習でやってみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしまとしんと。バイバーイ。